上がるように仕込まれている計画通り、証券番号3097物語コーポレーション TBS G マンデー謎の会社で放送直前。選んだきっかけとして、権利確定月が6月と12月に行われて、優待券100株だと3500円で、1人当たり年間7000円の優待券っていうのは豪快ですね。家族名義分持てば数万円、何にもない無から有を生み出す、まさに錬金術が可能なわけなんですよね。僕の家族が5人なので、全員持てば3万5000円。めっちゃ大きい。それだけじゃないんですよね。12月17日日曜日、TBS で全国放送を控えています。謎の会社、物語コーポレーション、謎の会社っていうのは知名度が高くないっていうことを意味するんでしょうね。またこれがね、指標に大きく関わってくるので覚えておいてください。結論、この銘柄は安値で放置されているっていう判定となります。PER 類似企業を見るとわかります。PER 株価収益率は会社の利益を今の株価で割ったもの、つまり今の株価、それか利益が相反関係にあり、一言で言うと人間の意識となります。人間の意識、認知度が低いと解体投資家が相対的に減少するために株価が減少します。当たり前ですね。一方で業績は大したことないのに高く上がる銘柄っていうのは人間の意識、熱狂っていうのが高い傾向にあります。具体的にいい例っていうのはこの証券番号4661のオリエンタルランド、夢と希望の国ディズニーランド。PER は驚愕の 73.5 倍、株主分割してさらに上がっていく。それと比べて類似企業のラウンド1は 10.4 倍で可愛いもんですね。ちなみに僕はラウンド1結構好きです。企業を応援したい、この銘柄の優待券を買いたい、地域に貢献したい、家族やカップル、学生すべての人間で一度は検討する旅行の場所ですよね。いや、いつも一人の僕でも検討しますからね。ちなみに今年3月に僕一人で行きました。このような人間意識が集まる場所っていうのは PR が高くても上昇します。興奮という感情で株価が上昇する局面っていうのは日常茶飯事に存在します。今回の物語コーポレーションも意図的に仕込まれている。いきなり結論を言うと、優待か値上がり益どっちかではなくて両方もいける。200株買っておくのもありで、予算が80万円必要ですけど僕は無理ですね。値上がりして100株を売った。でもね、それでも優待もらいたいだったらやっぱり200株持ってく必要はあるし、優待を継続的に受け取れますよね。チャートでお得感、今検討すべきかという点、機関投資家や個人投資家の全ての意識っていうのは12月17日のガッチリマンデーに集中して、ここを起点として株価を上昇させるシナリオを描いていきます。参加者全員で株価を上げる未来が見えていますね。12月の権利確定日27日、それ以降に株価が急落するので、それまでに売却して優待以上の利益がもらいたいところ、僕はその資産がね600万円程度なんで、その資金効率を高くしないと専業投資家としてやっていけない。皆さんは資産2000万円以上の方が多いので、優待専用でずっと寝かすっていうことも優待がもらえて、それも面白いことでしょうね。配当金総合優待利回り。配当金が年間3000円で利回りが 0.75% で、漢字の優待が7000円相当で利回りが 1.81 で、合計がちょうど1万円でしょ。利回りが 2.56%。比率って総合利回り 2.56% っていうと低いです。なんだけど、12月25日クリスマスのシーズン、大人になってもサンタクロースからプレゼントをもらいたいんです。どうでもいいっていう友達は絶縁してここまで来た僕なので、人の気持ちが欲しいといつも思っております。孤独は健康に悪いしね。プレゼントをもらうということで人間関係を感じて、脳内の幸福物質オキシトシンが分泌されて、体と精神の健康を保つことができる。投資家は体は資本だから、健全なネクタイに健全なる思考が宿る。お金以上の価値、自分が感じる愛情、僕に対する意識。この会社、物語コーポレーション、こんな優待を僕に送ってきてくれるなんて嬉しいな。もうめっちゃ愛しとるやん。だから僕も好き。みたいなね。優待の魅力で配当金より優待メインで持つ投資家がすごく多いっていうのは理解できます。この会社どんな会社か、強みっていうの意外と知らない人が多いのかな。これね、チャット GPT に要約してもらいました。当社グループは直営のフランチャイズで外食事業を展開しており、国内外に665店舗を有しています。主に13ブレンドを運営しており、焼肉キングやマルゲンラーメン、お好み本舗など郊外型大型店を中心に居心地の良い店設計とサービス展開に力を入れています。そうですね、焼肉キングは結構目について行きたいなとは思うけどね、一人ぼっちなので一人で行こうとは思いませんね。マルゲンラーメンは結構行ってます、一人で。各店舗は特色のあるメニューやサービスで差別化しており、例えば焼肉キングは話出てきましたね、テーブルオーダー
形式の焼肉食べ放題であり、お子様やファミリー向けの居心地の良い空間を提供しています。同時にマルゲンラーメン2代目マルゲンは専門性の高い商品を展開し、郊外型、大型店で居心地の良い雰囲気を提供していると。さらに魚介三昧、原野っていうのかな、豊橋で高級和食を提供し、高級店行ったことないな。産地直送の食材や日本酒を楽しめる空間を提供しています。日本酒、お酒飲まないんだよね。ごめんなさい。また、果実やコーヒーはフルーツを使用したサンドイッチやデザートを提供するカフェ&ショップで、郊外型、大型店として展開しています。フランチャイズ事業も行っており、中国とインドネシアでの飲食運用を子会社が行っています。知らなかった。さて、PER、PBR、ROE。正しく読むためには、比較をすること。まず、この、物語コーポレーションの PER 株価収益率は 24.3 倍。これは全体の15って知ってる人からすると高いじゃないかって思うかもしれないけど、たくさん比較してる人はこれって安い方じゃんって思うんですよね。現にほら比較をしてみましょう。類似企業の比較。証券番号3091のブロンコビリーが 56.1 倍。証券番号7562の安楽亭44倍。証券番号2753網焼亭PBR が 25.8 倍。飲食業界は PER が15より高い相場なので、物語コーポレーションが 24.3 倍というのは低めです。また、株価が上昇する極地があるということです。この指標で最大の特徴は、資金の効率の良さ。それが 18.6%。証券番号3091のブロンコビリーが自己資本比率 81.5% に対して ROE が 3.8%。安楽亭が自己資本比率 28.2% で ROE が赤字だからかなない。網焼亭が自己資本比率 79.2% で ROE がなんと 0.6% しかない。自己資本比率と ROE っていうのは必ずセットで判断します。自己資本比率が小さい、つまり借金が多い会社だと利益が少なくてもROE が高くなるからです。ROE、自己資本利益率って分母が自己資本になります。他人資本とかお客様から預かったお金、会社から銀行から預かったお金ってなると、これがマイナスになっていくので小さくなるんですね。だからこの利益がちょっとしかなくても借金が多い銀行とか会社だったらこれがよく見えちゃうんですよね。だからここまで分析する必要はあります。必須です。はい。指揮法、株主構成、特定株、不動株、時価総額、誰と戦うかがわかる。物語コーポレーションに提出された大量株保有報告書の増減パーセントっていうのは、特定株の機関投資家が個人投資家が保有する株式に基づいて計算されます。発行株数に対する値ではなくて、特定の投資家が持っている株式の数量に対する変化率を持っています。それが10月の31日に特定株が 0.49% 売却されたっていう報告がありました。まず、計算の仕方は時価総額が1421億円に対して、特定株が 36.5% なので、その割合が518億円。この銘柄、特定株が 0.49% 減ったっていうと、その金額は 2.35 億円機関投資家が売却したということになります。あんまり大したことはないですね。それもそのはずです。普通だったら、このまま機関投資家に沿って下がっていくんですけど、今回は状況が特殊。なんでかっていうと、個人の割合が 54.2% 過半数を占めるんですよね。株主を構成するのは、個人投資家で、チャートの流れはサラリーマンが流れを作るっていう要因が大きいようです。で、テレビ放送である12月17日日曜日、謎の会社、物語コーポレーション会議がすごかった TBS の放送、全国放送を控えています。概要欄に覚えてたら貼りますね。さっきの復習で人間の意識認知度が低いと解体投資家が相対的に減るから株価が下落。一方で業績や対策を唱えるのに高くの銘柄は人間の意識、熱狂が強くなる、高くなるっていうオリエンタルと一緒ですね。以上、12月17日の TBS 放送の影響を大きく受けるっていう結果となりました。ワクワクしてきましたね。資本倍率の変化、個人投資家が買っているのか足跡がわかる。個人の動きを見るとテレビ放送を知ってるっていう人はほとんどいないようです。12月1日の1週間遅れのデータだからかもしれませんが、認知度の差が大きく感じられるので、その株価が間違いなく上がる。問題はいくらで買って利益をどこで行うかっていう。チャート分析第2段階、すべてを復習して思い出して値段をどんな動きになるか考察してみましょう。物語コーポレーション証券番号3097の選択の理由は、権利確定月の優待権が魅力的で、この会社が投資家の意思を高めようとしていること、優待の利点として家族名義で保有すると得られる利益っていうのが大きくなって、具体的に12月17日に放送の番組があるっていう
もう一つ、株価が意識に関連して投資家の意識が低い銘柄は下がり、逆に人気が高い銘柄は株価が上昇する。オリエンタルランドのような銘柄がいい例です。物語コーポレーションの株価は放送の影響を受ける可能性がかなり高いです。個人投資家の動向や認知度が株価に影響する。その KDDI が業績がとか、国規模の企業が不祥を起こしたって言っても、結局銀行とか個人の割合が低いので限られるんですよね。でもこの個人投資家サラリーマンが割合がこれ過半数を占めるんで大きい影響を受けてくると思います。優待と株価の双方向の利益が期待できるほか、投資家にとって戦略は異なります。また12月の権利確定日は株価が下がる傾向があります。つまり権利確定日以降はもういらないからもう売っちゃえっていう需要が低下するわけなんですよね。極端に需要が低下するので、それまでに売っておくっていうのがセオリーです。優待持っときたいっていう人はね、3500円の優待のために1万円損するっていう人もいっぱいいます。僕だってそうです。さらに物語コーポレーションは外食業を展開して PER は ROE の指標が株価上昇の余地があるなと思っています。大量株保有報告書から特定の株が売却されたっていうのはわかるんですけど、その影響は超限定的です。はい、速報の割り込みをします。動画編集をしている最中に株価 6% 以上上昇しました。そのまま変更なしに投稿するのは値段設定が変わってくるので、別に収録をこのデータを割り込んでいます。11月度の辻売上高を開示していて、とにかく全体で 19.3% の売上増っていう2割売上が上がったっていうのは結構すごいことですよね。今までのコロナ需要が回復してきたと言えるんでしょうかね。フランチャイズ店を含めた既存店の売上は前年月同比 12% 増と増益基調を維持している。で、それが評価されたようで、部門別で言うとゆずまっていうのかな、これが 23% 増し、ラーメン部門が 18.4% と大きく伸びた。焼肉部門は 7.1%、新店舗を含む全体で 19.3% の上昇。物語コーポレーションとしては何をやりたかっていうと、テレビ放送の17日以降に株主を増やすっていうのがセオリーだとは思うんですけど、月次売上報告を12月下旬まで見返しっていうのはちょっと無理だったようですね。こんな感じに上がるともうね、42万円じゃないですか。そうすると敷居が高い。急激な株価の上昇は短期間狙いでエントリーする投資家が多くなるので、株価がより不安定になる。はい、注文価格設定を行います。物語コーポレーション、僕たちが利益を出すイメージをしてみてください。17日、ガチマンデーでは全国放送されることで、優待株主に飛びつく、株飛びつく個人事業主がいっぱいいます。また、この銘柄は、個人投資家が全株式の 52% 以上で影響力が大きい。ご覧の通りの出来高から業績を分析するファンダメンタルの投資家が先に手を打ってきたっていうのがわかります。クソ痛いなっていう。優待組の投資家は、でも後からは来ると思うんですよね。はい。僕たちの目的は利益を得ることなので、優待を持つことじゃなくて、優待以上のキャピタルゲイン、値上がり益を得ることです。未来っていうのは予想ができない。特にこのように人間の意識が集まり出したっていうので、正確な指標っていうのは機能しなくなります。なので、現時点で買いなのかって判断します。現在の株価は4235円で、僕は50株買ってみました。損切りラインは3854円。自分で損切りできたとしても自分の否定する行為だし、いつ売ろうかとか悩んでる時間は精神に悪影響を及ぼします。よほど鈍感な人じゃないと継続して投資はできません。なので、機械に2ヶ月間自動で監視してくれるそういうシステムを利用しましょう。配当金と優待の2倍以上の値上がり益が出たら価値確定です。指値を自動で更新してくれるトレードをここから起動してもらいます。株価が値上がり、高値更新から 3.5% ここで言うと157円下落したら利益の確定を行います。で、今回の売り期限が、ちょっと今回いつもと違うのが、利益確定権利日、権利確定日の27日までです。ここまでに売ってしまわないといけない。アルゴリズムではできないので、マニュアル操作で成り行き、各自で行ってください。最後に気持ちで値段を勝手に変えないように、ゼロ理論を意識しましょう。今回は緊急の企画だったので、もう、スライドショーを直接ロジックツリーで反映させました。僕たちの理念は、もう僕たちだけ幸せになってしまおう。なっていこう。自分が幸せになると人に幸せにできる余裕が生まれてくる。親切は感謝となって自分にリターンが返ってくる。ありがとうって言われて、嬉しいな。自分は人を必要とされているんだと。無理して付き合ってる友達とか人間関係、職場とかもう嫌いな人がいたらもう付き合わなくていいと。自分の人生って限りがあるものだから、そんな苦しんで10年迎えるサラリーマンってもう結構ストレス顔なんですよね。病気になっちゃう。またね、自分が元気がない病気のために人に親切にする余裕も生まれないんですよね。だから、
自分たちで儲けていこう。まずは自分が満たされること。確かそれってマズローの幸福論にありましたね。いい食住が満たされて、それから人間関係に恵まれて、それから事業を行おうっていう。だから投資を行う人たちっていうのは結構恵まれた人たちだと思うんですよ。このチャンネルを見てる人っていうのは頭が良くて、資産も何千万とかそういうレベルの人がすごく多いんですよね。45歳以上が 80% 以上を占めます。で、そういうお金持ちっていうのは株の話を今までやってこなかったと思うんですよ。金儲けの話っていうと、僕が知ってる以上に金儲けは悪いやつだとか悪だとか、そういう常識がなぜかはびこっていた時代があるからなんですよね。もう僕がもう大学生の時にはもうそういうのだいぶ薄らいではいましたけど、それでも僕が株をやってるっていう人の話を初めて聞いた時は、もうパチンコやってるカス野郎がって思っていました。そうやってね、見られるんですよね。だからそういう人の付き合い方っていうのを断捨離して、お金持ちっていうのは孤独をずっと感じてると思うんです。でもね、これから SNS が繋がってオフ会とかも行って、貧乏人とか分かってくれない人たちを視界に入れない。そういう生活ができる。また、知識の出し合いをすることによって、節税とか投資とかそういう知識を深めることができたと僕は思いますし、今最高の人生を送っています。仲間も協力してくれるようになって、仲間が名乗り出てきてね、運営とか動画編集とか手伝ってくれるようになって、僕は動画の台本に注力することができたり、コミュニティの運営だったり、普通の VTuber がやったところで100人いかないんですよね、登録者。それが1万人を超えて、有料のメンバーシップが200人を超えた。そして、偏差値79とか、もう東大に行くレベルみたいな人たちとか、資産7000万円を超えた先生とか、NTT ドコモの社員とか、データ分析の人とかね、もうめっちゃ優秀な人がもう集まってきたっていう、これは僕の狙ってたことなんですよね。お金より大切なものがある。評価経済で、評価に対してお金が後からついてくるっていう、そういう、経済論なんですよね。経済学者ケインズが言ってたかな。とにかくそれで僕たちの理念っていうのはまず僕たちだけで幸せになっていこうとなったんです。僕の理念に共感できたっていう人はチャンネル登録といいね。あとはメンバーの名乗り出をメールアドレスで、12月まで募集しています。今年までね。で、ファンサイトができたらオフ会も実施する予定ですので、楽しみにしております。みんなお金持ちになるっていうのは当たり前のこと。いや、僕たちだけでお金持ちになるっていうのは当たり前のこと。で、幸せにもなっちゃおうっていう僕の理念です。まずは物語コーポレーションで儲けてみましょう。コミュニティに属するからあなたの自由。それでは、バイバイ。